もこんにちは、久しぶりの動画の配信となります。ちょっとね仕事もバタバタしてまして、なかなか動画の方も撮れなくてですね、久しぶりの、動画配信になるのですが、国内をはじめ、世界中でですね、今コロナ禍で、皆さん大変苦しんでいる状況だと思います。当然僕たちもコロナ禍の中で、この世の中、これから生き抜いていかないとダメなんですけども、暗い、話ばっかりしても仕方がないんで、このピンチをねやっぱりチャンスに変えれるように、みんなで、世の中をね、ちょっとでもいいように、せっかくの休日なので、溶接の方も、ちょっとでも、皆さんに、溶接の技術を、伝えれるように、今回ちょっと動画の方を、配信させていただきたいなと思っております。弊社の動画は、世界中の方々から、ご覧にいただいている動画ですので、皆さんせっかくですので、コロナ禍に負けないようにみんなで頑張っていきましょう。イエーイ。すいません。それでは早速、動画の方、説明していきたいと思います。今回、こちらの方は、この前制作してた、SAS304A の煙突ですね。そちらの、付帯品になるんですけども、今回その、排気口ですね。排気口の、ノズル、これが最後の部品になるんですけども、こちらの方を、溶接していきたいと思います。今回ですね、ちょっと紹介遅れましたが、弊社の動画を、ご覧いただいてた、方でして、その方がですね、今回ちょっと溶接の勉強も兼ねて、弊社の方で、溶接していきたいということなので、今回、来ていただきました。とりあえず今回のノズルは、半分は僕が最初に溶接して、残りの半分を、新しく来ていただいた方と、あと、もう一人、うちの中堅ですね、その従業員の方に、溶接をやっていただきたいなと思って、説明をしている状況です。それでは早速説明していきたいと思います。今回の、ノズルは 400A の、スケトウのパイプですね。そちらの方を溶接していくんですけども、今回の溶接電流は、160A の、溶接棒、今回肉厚がありますので、溶接棒の方を入れていきたいと思います。今回溶接棒の方はですね、点6の溶接棒 1.6mm ですね、これを、使用いたしました。タングステンの方は、約 6mm ぐらいですね。6mm ぐらい、ノズルから出して溶接しております。あとガスレンズなんですけども、こちらはナンバー、7番ですね。7番のガスレンズを使用しております。あとローリングなんですけども、今回このようにローリングしていくんですけども、やはりねちょっと慣れてないと、このシート面の方、この当たり面っていうんですかね、このシート面の方に
こうバッとこう滑らしてですね、スパークですね、スパークさせてしまうこともありますので、ポイントといたしましては、極力こう力を抜くっていうことですね。力を抜いて、ローリングをちょっと大きめに、腕をねちょっと大きめに振りながら溶接するとスムーズに前へ進むことができると思います。こちらが、溶接している状況ですね。このように、ちょっと大きくねローリングすることによって、ビードの間隔が広がって、焼けも少なくなるんですよね。結局、ローリングをしながらこう溶接していくんですけど、どうしてもこのビードがね酸化してしまうとそのノズルがね滑っちゃうんですよね。ですから、160アンペアっていうのは、あくまでも僕に合った電気ですよね。皆さん自分に合った適正電流っていうのが当然あると思うんですけども、あまり強すぎるとどうしてもやはり酸化してしまいますので、このようになるべく電気を上げる場合はウィービングローリングですね、これのピッチをなるべく広く溶接するっていうのが、酸化しない、なおかつ滑らないっていう、キーポイントになるかなと思っております。今回ですね、いろんな方々から、動画を見ていただいて、電気の強さであったりとか、ローリングの方法ですね、そちらの方を、できるだけこう詳しく教えていただきたいっていうことなんで、別に出し惜しみとか全くする気はないんですけども、なかなかねちょっとこう口で説明するっていうのが正直難しいんですよね。で今回こうやって YouTube 見て弊社に来てくれた方もなんですけども、やはりその動画で見るのと実際にこの間近で溶接を見るのとではまた全くこう違うんですよね。なるべく皆さんに理解できるように分かりやすいようにですね、説明はしてるんですけども、なかなかこの溶接してる状況でこう撮影するっていうのがどうしてもねカメラが邪魔になってどうしても手元で撮れないっていうのがちょっとね悔しいところなんですけども、皆さん溶接の方ね、せっかく連休にも皆さん入ってると思いますので、ローリングのこう、イメトレっていうとねなかなかちょっと難しいと思うんですけど、このね僕の動画を見ながらちょっともし勉強になるのであれば参考にしていただきたいなって思っております。はい、では早速弊社の、中堅の溶接工ですね、まえちゃんですけども、早速ちょっと溶接の方をやっていきたいと思います。で言いましてもちょっとねご覧の通りちょっとね緊張のせいか腕がねちょっと腕の振りが硬いので、このようにちょっと途中で止まってしまったんですけども、なかなかちょっとこのフランジのシート面っていうのは慣れないとちょっとやりにくいと思うんですけども、もうひたすらね練習してやるしかないんですよね。やっぱりテストピースっていうのはどうしてもねテストピースで練習をするとですね、やっぱりその自分のやりやすい方法であったり、
やりやすい方向に持っていってみたりとか、どうしてもね実践とは違うんですよね。ですからこのように今回はポジショナーで回しながら溶接をしていくんですけども、やはりテストピースとは違うちょっと難しさがあると思うんで、皆さんもぜひ参考にしてみてください。センスありますわ。センスありますわ。でも買いますと。なんでっていうか、結局ね、前進めようと思うから力入るわけ。今回2人にちょっとね溶接していただいたんですけど、別に溶接がね全然悪いわけじゃないんですけど、ビードがねどうしても揃ってないところがあるので、最終的に今回ね溶接やってる方からするとね、なかなかプライドが皆さんあると思うので、上から直されるっていうのはやっぱり気分のいいもんではないと思います。僕も、心苦しいんですけども、今回溶接の方手直しして一応品物ですので、とりあえずせっかく溶接してくれたところですけども、もう一度上から友付けですね、そちらの方で今手直しの方をしております。最後、今回ね初めて溶接してもらったんですけども、溶接のセンス自体はね全然あると思いますし、腕の振りを見ても柔軟性があるというか、ほんまにある程度教えると全然溶接習得できるんかなっていうのがそういうふうに感じました。最後ねちょっと力入りすぎてこのようにちょっとねバーッと滑ってしまったんで、ちょっとシート面ね傷いってしまったんですけども、幸いねえぐれてることもなく参戦して消える程度かなと思いますので、最後にこのようにサンダーで参加したところですね、参加したところっていうのはもう極力本体に傷をつけないように、参加した部分を、グラインダーで完全に除去する、それをすることによって、この上から溶接する、完全にねわからないように溶接するっていうのは難しいんですけども、そのまま溶接進めるよりは、
まだ全然やりやすいと思いますので、このように今回ちょっとね参加してしまったので、ちょっと切りも溶接アークをですね切りながら、このように溶接していくっていう感じですね。今回の動画、ちょっとね、シート面だけの溶接になりましたが、今後もですね、またアルミ製のね大きなタンクの、引き合いが弊社に来ておりましてですね、そちらの方もし、弊社で製作することが、決まりましたら、弊社でもねあんだけ大きな、1900杯の、3メーターぐらいのタンクなんですけども、このように大きいタンクをねアルミで作るっていうのが今回弊社としても初めてですので、そちらも含めて、動画の方も、できるだけ詳しく配信をしていきたいと思いますので、皆さんもチャンネル登録の方もどうかよろしくお願いいたします。これからも、どんどん、こまめにね動画の方も、配信していきますので、なかなかね溶接の動画っていうのも、ほぼねよく見たような動画になってると思うんですけども、なるべく見たことのないような、皆さんが興味を持っていただけるような、溶接動画を、配信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。最後に、溶接のビード外観ですね、そちらの方をご覧いただきながらお別れしたいと思います。それでは本日もどうもありがとうございました。さよなら、さよなら、さよなら。